こんにちは、トバログです。はい、今日はちょっと久しぶりにね、Vlog 撮っていこうと思います。はい、今回の機材はめちゃくちゃこのでかい感じなんですけど、α7 IV に最近ね、ちょっとこのジンバルを購入したので、ジンバルを装着しています。なんだっけ、ローニン RS3 ミニっていうやつですね。見た目がめちゃくちゃ機械感があってガンツみたいな感じだと思うんですけど、 Vlog でね普段使うわけじゃなくて、カバンの中身撮影とか、あとルームツアーのね取材の時にちょっと手ぶれを抑えつつ、こうやって自由に動き回れるっていうのがいいなと思って購入しています。前にもねジンバル使ってたんですけど、結構重たくて、それでねやめちゃったんですよね。なんですけど、ちょっと手ぶれが最近気になるっていうのもあるし、これのね今何もつけてないんですが、先っちょに一脚とかをつければ結構手ぶれも抑えられて、かつ重たくなくて撮影ができるので一旦購入しています。どうですかね、結構安定してる気がする。撮影する感じも、まだねそんな使いこなせてないんですけど、こんな風に階段を上り下りしても手ぶれする感じも多分ないし、かなりこなれて使える気がします。こんな感じ。フォーカスが合わなかったらこうやってね画面をタッチすれば普通にフォーカスが合う感じになるので、その辺使いやすそうですね。で、下を向けたり上を向けたり横を向けたりみたいなのがこのジョイスティックみたいなので自由にできます。これはいい。はい、という感じで今回も Vlog 撮っていきます。はい、というわけで最近のトバログの部屋ですね、ちょっと昨日取材があったんで割とね片付けているんで、かなり広い感じになってます。で、机の位置とかをね結構ずらしたりしていて、この机実は最近ですね、よいしょ、見えるかな、ここにねキャスターをつけたんですよ。これフレキシスポットの純正のキャスターなんですけど、これをねつけることによって何がいいのかっていうと、これをこうやってよーっと自由にね部屋の中を動かすことができるんですね。これめちゃくちゃいいんだよな。こういう方向にもできるし、物撮りをしたい時とかね、ちょっとこの机をどけて別の場所に机を置いてここで物撮りしたりとか、そういうのができるようになります。実は結構前にもねキャスターを取り付けるっていうのをね挑戦したんですけど、その時購入したキャスターが結構幅が狭かったんですね。で、幅が狭いと、このフローリングに車輪の跡がついちゃって、ここボコボコになっちゃうっていうのがあって、急遽取り外していたんですけど、フレキシスポットの純正のやつ割と幅が広いので、それだったら問題ないかなっていうのと、あと床面もね前に DIY の動画撮ってると思うんですけど、これちゃんと張り替えているものなので傷もつかないかなっていうところで思い切って今回実践しています。トバログの動画の画角とかでは割とこうやってねこっち側に向けていることが多いんですけど、夏とかだと割と日差しが部屋の中にすごい入ってくるので、外にね画面を向けてるとちょっと眩しいんですよね。画面が見づらくて眩しいっていうところで、ちょっとこれをねこうやってグイッと日差しが入ってくる時間帯はちょっと部屋に対してこういう風に置くことで横から日差しが入ってくるようにするので、そんなに眩しくなく使えたりっていう使い方ができるようになりました。言わずもがな、これスタンディングデスクなので、さっきのね Y 軸 X 軸方向だけじゃなくて Z 軸方向にもねこうやって動かすことができます。なので、部屋の中割となんか VR とかやったりするからあんまり物を置いてないので、結構ね自由にこの部屋の中行き来できそうな感じですね。これはなんかねいい感じです。1週間ぐらい今使ってるんですけど、結構こうやって机を自由に動かして写真を撮ったり動画を撮ったりっていうのがめちゃくちゃしやすいですね。こんな感じ。若干苦労してるのがこの配線の周りで、今は一応ねこのケーブルホルダーにいくつかの配線をくくりつけて使ってるんですけど、やっぱりね自作 PC とかって結構大きめのなんか電源が必要だったり、あと有線 LAN でね接続もしたりしてるから、その辺をなんかこうもう少しスマートにできないかなっていうのは悩みどころです。ちなみにこの机を作っている郷安藤さんっていう人はなんとねここに自作 PC じゃなくてモバイルバッテリー、デカめのアンカーのモバイルバッテリーを接続して、そこをね電源とすることでこういうケーブルが一切地面に這わずに、この机を縦横無尽に動かせるっていう使い方していて、それ理想だなっていう感じなんですけど、Apple ユーザーじゃなくてこのデカめの自作 PC ユーザーなので、現状はねそれがちょっと難しそうですね。
机の上にはいつものデバイスたちが置いてあって、こっちにはね iPad、最近ねこの iPad で夜な夜なこの Spotify の創業者のドキュメンタリーザ・プレイリストっていうのを、見ながら、こっちでは写真を編集したりなんか細かい作業をしているっていうのが、最近の使い方ですね。で、日中はデュエットっていうツールを使ってこの PC の画面を拡張して、ここにねもう一つ違うスタンドを使って2画面で普段は作業をしています。そういう使い方がめちゃくちゃしやすいですね、この感じ。この辺は個人的にデザインが好きなガジェットたち。ライカももう5年ぐらい使ってますね。今年で6年目なので、ちょっと新しいレンズを予約注文しちゃいました。めちゃくちゃ届くのが楽しみ。なんか一応ね予約注文的な感じで、噂によると本当に届くまでに2年かかるって言われてるらしくて、ちょっと絶望してたんですけど、ツイッターでねフォロワーさんがなんか入荷のあれが来ましたっていうのを言ってて、そんななんかすぐ来るのであればちょっと予約試してみようかなっていうので今回予約しています。いつ入荷するかはわからないんですけど、そのね8月で6年目に突入するので、そういうタイミングで新しいレンズ来たらいいなっていう気持ちがあります。あんまり YouTube だと動画にしてないんですけど、やっぱカメラ楽しいですよね。はい、部屋の中はこういうところですかね。これから実は、おばあちゃん家に行って、いろいろね、使ってないガジェットとか置きっぱなしにしているものがあるので、それをちょっと組み立てて、サテライトオフィスじゃないけど、なんかばあちゃん家の部屋の一角をね、作業部屋的な感じにしていこうと思っています。ちょっと行ってきます。大洗到着。とりあえずここでご飯を食べます。見て、船だ。前乗ったね、あの船。船乗った。パパとママと出た。船乗ったね。前と一緒かな。あ、いいね。わー、最高にうまそう。で1個450円で650円。すごい大量じゃない？でお供はノンアル。最高。すごいこれ。なんかふわふわしてて美味しいよ。ごちそうさまです。めちゃくちゃ2杯でこんなに大量。すごい。またお土産。ちょい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 。はい、部屋がね結構2階にいくつかあるんですけど、ちょっとこのサテライトオフィス、おばあちゃんちのトワログ作業部屋はここに臨時的に開業したいと思います。こんな感じでちょっとね、誰も使ってない部屋で本当にずっと使ってないので結構ね寂れてる感じがあるんですけど、逆にこの感じにちょっとオフィスあったら面白いなっていうのがあります。はい。
とりあえずこの超和風な部屋にトバログの机が完成しました。一旦ね、前の机というか前の家に住んでいた時に使っていた、ちょっとした撮影用のねこのデスクを使っています。クリームペン、 IKEA で購入したクリームペンっていうやつと、あと下はねやっぱりキャスターの方が便利かなと思ってキャスターの足をそのまま前の家から持ってきたやつ使ってますね。本当はねスタンディングデスクの足とかもあってこれをね使おうかなと思ったんですけど、ちょっと重すぎて移動が難しいっていうのと、誰かが泊まりに来た時はこの机をどかして多分ここに布団も敷いたりすると思うので、そういう意味もあってちょっと移動しやすいようにこれですね、フレキシブルにぐるぐると動かせるのが最高で、椅子に関してもね前の家で使っていたこれ岡村のコンテッサですね、中古で購入して4万円ぐらいで買ってずっと使っていたものなんですけど、最近違う椅子を使っているのでこれも持ってきちゃいました。これ結構すごくない？サテライトオフィス的な使い方にしては結構豪華な組み上がりだと思うんですけど、この上に座ってここに来た時はこんな感じで作業をしたり、こっちを向いて作業をしたりとかいろいろなね使い方ができそうですね。最高。前の家から IKEA のね Bluetooth スピーカーも持ってきたので、これもちょっと BGM 代わりに使ったりするように使いたいと思いますよ。じゃあこの上の方の棚に設置しています。それで例えば Apple Music をつないでここで音楽を楽しめる感じですね。はい、デスク周りはこんな感じでほぼほぼなんか自宅にいる時の作業環境にめちゃくちゃ近いですね。普段はこのノート PC じゃなくて自作 PC なんですけど、これにこういう最近ちょっと前にもちら見せしたこういうやつを置いて、ちょっとこの上に HHKB を置けばこれでほぼほぼ自宅にいる作業環境と近い感じで使えます。でディスプレイはね別途、4K ディスプレイもあるんですけど、一旦ちょっとノート PC メインで使うので、この Oculus Quest Pro、Meta Quest Pro とかを使ってこれをね画面代わりにして使うスタイルで当分はやっていけそうです。本当にがっつりね作業することもできるっていう感じですね。このスタイルやっぱデスクが150あるからめちゃくちゃ広くて使いやすいわ。この家はね基本的にネットがつながっていないので、一応このね Wi-Fi 楽天モバイルのルーターをここら辺に置いてこれで作業するっていう感じですね。結構これも使い放題だし、本当に1円でこのルーターついてくるし使いやすいっていう感じがします。速度どんぐらいかな。結構速いな。結構速い。この辺ネット使ってる人がいないのか結構速い。スピードも上りもちょっとした光回線ぐらい速い。結構使えるわこれ。という組み合わせで仕事をしていくスタイルですね。イエイ。こんな感じでこのねばあちゃん家に帰ってきた時も気軽に作業ができそうです。結構動画更新するの土日とかもあったりするから、土日にねちょっとした作業できるの最高ですね。今日はねそんなに作業できなかったんですけど、ちょっと次から来た時はいつでもここで作業できる安心感があって最高です。というわけで今回の、Vlog みたいなのは終わりにしようと思います。気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメントお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。